本日は株式会社無登記券様にお邪魔しています。本当のバリアフリーとはというテーマで、ケアリフォームシステム研究会の武藤さんにお話を伺いました。武藤さんは35年以上バリアフリー建築に携わっていて、2000件以上の実績をお持ちです。まさか私がという専門書も出版されるなど、バリアフリー建築の第一線で活躍されている方です。では、武藤さん、自己紹介をお願いいたします。こんにちは。私がバリアフリー建築に取り組み始めて30数年が過ぎようとしています。その間、多くの方とお会いしましたが、そこには思いもよらないドラマがありました。生まれた時から障害がある方、突然の事故、予期せぬ病気で障害者となった、そして人間誰しも訪れる加齢による老化現象、多くの方がまさか私がの思いで毎日を過ごしておられます。住まいと福祉用具、日常生活用具を創作することにより、今まで自分一人ではできないと思われた方が自立できるようになったり、障害がなかった時のように社会復帰されたりしています。ご家族の方にとっても介護負担の軽減が図られています。また、体が不自由な方でも外出ができ、住環境が整えば、ご自身で外出や買い物ができ、安心安全な住まいから楽しい旅へと大きく夢が広がっていくことと思います。この YouTube をご覧いただき、住まいの面から様々な可能性を考えていただければと思います。武藤さん、本当のバリアフリーとは何ですか？オッチーくん、バリアフリーを辞書で調べてみてごらん。バリアフリー、身体障害者や高齢者が生活を営む上で支障がないように商品を作ったり、建物を設計したり作ったりすること。そう書いてあるよね。これって僕の解釈では自立と介護の家づくりだと思うんだよね。どのような方が障害者？生まれながらに体が不自由な方、交通事故による障害、仕事中の転落や労災事故、突然な病気とかいろんなケースがあるんだよ。なるほど。こんなにいろいろな症状の方がおられるんですね。これらの写真を見てごらん。生まれながらに障害を持たれている方、事故、病気によって障害になられた方、高齢な方など、症状によって必要な環境が違うんだよね。なるほど。それぞれの症状に合ったバリアフリーが必要ということですね。介護する方もされる方も、それぞれに合った環境づくりが必要ですからね。なるほど。そうなんですね。オッチーくん、実は誰でも必ず障害者になるんだよ。え？誰でも？高齢者はね、年とともに筋力が低下して歩行バランスの低下がなり、体が不自由になるんだよ。そっか。人は必ず年を取りますもんね。オッチーくんは年を取らないね。えへ。バリアフリーの建物の設計とは？一般的には手すり、段差解消、スロープ、出入り口拡大と言われていますが、それだけではダメだと思うんです。何が必要なんですか？本人、家族に合った住環境整備と福祉用具、福祉機器の組み合わせが必要なんだよ。必要な知識として、身体状況、住環境、福祉機器、助成金制度、福祉車両、こういったことが必要なんだよ。
そうなんですね。知らないといけないことがたくさんありますね。では、これからテーマに合わせていろんな事例を見ていこ武藤さん、よろしくお願いします。う。一緒に勉強していきましょう。